こんにちは、アリアです。今回は、5次元に移行した人が感じやすい内側の変化についてお話ししていきます。これまでは、情報や人間関係などの外側の変化について触れてきましたが、今回は、もっと自分自身の内側に起こること、感情との向き合い方、体の感覚の変化、そして生活スタイルがシンプルになっていくプロセスについて見ていきます。まず、一つ目は感情の変化についてです。5次元的な意識に入ると、感情に振り回されることが少なくなっていきます。怒りや不安、悲しみといった感情をただ感じるだけでなく、それを冷静に見つめられるようになります。例えば、イライラした時に誰かのせいにするのではなく、自分の中に何か反応しているものがあると気づくことができるようになります。悲しみが出てきた時も、それを押し込めるのではなく、この感情はどこから来ているんだろうと問いかける余裕が生まれます。不安になった時も、自分は今どうありたいのかという方向に意識を向けることができるようになります。つまり、感情を抑え込んだり、爆発させたりするのではなく、理解する対象として扱うようになるのです。大切なのは、感情を無理にコントロールしようとしないこと。この感情は良くないと決めつけるのではなく、なぜ今これを感じているのかと一歩引いて見つめる視点が生まれてきます。このような姿勢は人との関係の中でも役立ちます。例えば、誰かと衝突しそうになった時、その場で感情的に反応するのではなく、自分がなぜ反応したのかを冷静に見ていくことができるようになります。これが5次元の意識における感情との関係です。次に、体の変化についてです。5次元に意識が移行すると、体にも繊細な変化が現れてきます。ただし、それは非現実的な新規体験ではなく、日常の中で自然と起こることです。例えば、食べ物の好みが変わったり、甘いものや添加物が多いものを自然と避けたくなったりします。たくさん食べると疲れやすくなったり、カフェインに敏感になったりする人もいます。また、人混みに行くとぐったりしてしまう、眠気のリズムが変わる、昼寝が必要になるなど、体のリズム自体がこれまでと変わることもあります。これは体が繊細になってきているサインです。意識の変化に合わせて体の受け取る情報のレベルも変わってくるからです。こうした変化に対して元に戻らなきゃと無理に調整しようとする必要はありません。むしろその変化に合わせて暮らしていくことが5次元的なあり方になります。例えば、朝に早く目が覚めるようになったら、それに合わせて生活のペースを見直す。昼間に急に眠くなるようであれば、少し休む時間をとってみる。今の自分の感覚に従って暮らすことが、結果として体も心も整えていくのです。そして最後に、生活スタイルの変化です。5次元の意識に入っていくと、暮らしがシンプルになっていく傾向があります。これは、節約しようとか、ミニマリストになろうといった思考的な動機ではなく、感覚的に静かに暮らしたい、物を減らしたいと感じるようになるのです。例えば、クローゼットの中を整理したくなったり、もう使わない SNS アカウントを削除したくなったり、スケジュールに余白を持たせたくなるような変化が起こります。また、テレビや音を消して静かな時間を持ちたくなる人も増えていきます。これは内面のノイズを減らし、自分とつながるための自然な反応です。情報や人、物、予定など、すべてにおいて、今の自分に必要なものだけを残したいという感覚が強くなってくるのです。それは決して我慢ではなく、むしろそうすることで心が自由になり、集中力や豊かさが戻ってくるという実感につながっていきます。静けさや余白が自分をリセットしてくれるという感覚が自然と生活全体に
広がっていくのです。このように、5次元の意識に入ると、感情をコントロールするのではなく、理解しようとする意識が芽生え、体からのサインに敏感になり、暮らしの中に静けさや余白を求めるようになっていきます。これらはどれも目に見えて派手な変化ではありません。けれど、こうした内面の変化が積み重なることで、生活の質や人との関わり方が大きく変わっていくのです。次回の最終回では、魂の目的に沿った選択とは何か、そして、なぜ、それがあらゆる変化の出発点になるのかについてお話しします。直感が冴える、シンクロが増えるといった現象も、決してスピリチュアルな幻想ではなく、現実に根ざしたものとして捉え直していきます。また次回、お会いしましょう。